今日は鶏ささみの甘辛唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ささみの甘辛唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏ささみをスティック状の唐揚げにして、最後は甘辛だれで仕上げていきたいと思います。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに唐揚げの材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、片栗粉、おろしにんにく、おろし生姜、お砂糖、塩、胡椒、料理酒、そして揚げる時に揚げ油を使っていきます。こちらの唐揚げにはね、軽く下味をつけていきます。最後に甘辛だれをつけるので、下味は軽くつける程度で OK です。そして甘辛だれの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お砂糖、料理酒、白ごま、黒胡椒。甘辛だれはこちらの材料で作っていきます。白ごまと黒胡椒はね、トッピングになります。甘辛だれは醤油、みりん、お砂糖、料理酒、この4つで作っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、鶏ささみの筋取りからしていきます。筋取りをするときはキッチンペーパーとあとはフォーク、こちらの2つを使うととても簡単に取ることができます。まずですね、こちらのフォークの隙間にこの飛び出てる筋の部分を差し込みます。このように入れ込んでください。そしたらこの出てる部分ですね、こちらをですね、キッチンペーパーを使って掴みます。そうするとね、滑れなくなります。あとはフォークとキッチンペーパーをお互い反対側に引っ張り合ってください。それでは引っ張ります。よいしょ。はい、そうするとこのように簡単に筋取りをすることができます。それでは残りも同じように筋取りしていきます。はい、OK です。このように筋取りしてください。筋を取ったらですね、こちらを縦2等分に切っていきます。筋取りするとね、このようにパカッと割れる部分があるので、そこからね、半分に切ります。よいしょ。このように切ってください。では残りも同じように切っていきます。はい、これで OK です。このように切ってください。それでは下味をつけていきます。まずですね、料理酒、そしてお砂糖です。これを一度全体に揉み込みます。お砂糖はね、一番初めに揉み込まないと中に入っていかないので、必ずね、一番初めに揉み込んでください。砂糖をね、こうやって最初に揉み込んでいただくと味わいにコクが出てね、美味しく仕上がります。さらにね、お肉の食感も柔らかくなります。このようにね、ツヤが出てきたら OK です。それではここにおろしにんにく、そしておろし生姜、あとは塩コショウ、そしてこれをまた揉み込みます。はい、OK です。そしたら片栗粉をまぶしていきます。結構ね、しっかりめにつけていただいて OK です。そうするとザクザクっとした食感になって、かつね、甘辛だれも絡みやすくなります。はい、OK です。このようにしっかりめに片栗粉をまぶしてください。それでは今からこちらを揚げていきます。それではですね、フライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。今回ね、油1センチほどしか使わないので、油の節約にもなると思います。あとはね、ちょっとちっちゃめのフライパンでやっていただくとね、より油の節約ができると思います。それでは火にかけます。そうしましたら今回170度くらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。そうしましたらやけどしないようにね、入れていきましょう。このままいい揚げ色がつくまで揚げていきます。揚げてる最中は油跳ねに十分に注意して揚げるようにしてください。はい、今ね、3分ほど揚げました。こんな感じで揚げ色がつけば OK です。そしたら取り出します。やけどしないようにね、注意してください。揚げ色が薄くても衣がね、カリッとしてれば取り出しちゃって OK です。はい、こんな感じで揚がりました。では残りも同じように揚げていきます。はい、このように揚げ終わりました。このようにサクサクに揚がってます。それでは今からこちらを甘辛だれに煮絡めていきたいと思います。フライパンにお醤油、みりん、料理酒、そしてお砂糖を加えます。加えたら火にかけましょう。火加減中火で加熱します。そしてお砂糖を一度きちんと溶かしてください。
はい、沸騰してきたらこのまま30秒ほど煮詰めてください。はい、30秒煮詰めたら一旦火を止めます。そしてこちらのねお肉を入れていきます。はい、で加えたら火にかけて、そして全体に煮絡めていきます。そしてね、全体に行き渡るように上下ひっくり返しながら煮絡めていきましょう。火加減はね弱めの中火です。はい、 OK です。今ね30秒ぐらい加熱しました。そうするとねタレにもとろみがついてしっかりとお肉にもなじみます。そして最後ね仕上げで黒胡椒とあとは白ごまを振ります。そしてさっと混ぜましょう。はい、こんな感じに仕上がりました。これで完成です。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これで鶏ささみの甘辛唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ねさらに白ごまと黒胡椒をかけました。こちらはお好みでかけて召し上がってください。このようにしっかり甘辛だれも絡んで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。甘辛だれがしっかり絡んですごく美味しいです。そしてお肉も柔らかいですね。美味しい。ニンニクの味わいも効いてるのでお酒のおつまみにもぴったりだと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ささみの甘辛唐揚げのポイントです。まずですね、鶏ささみの筋取りなんですけれども、キッチンペーパーとフォークを使っていただくととても簡単に筋取りすることができます。ぜひこちらの方法で筋取りしてみてください。そして筋取りするとね、半分ぐらいに割れてるので、その境目から縦半分に切ってください。そして食べやすいスティックサイズにしていただけたらと思います。もちろんね、スティックサイズじゃなくてそのままね、丸々一つ揚げていただいても OK です。最後ね、食べてみて味が濃いなと思った時は次回はね丸々1個揚げてみてください。そうするとちょうどいい味付けになるかなと思います。こちらはお好みでやってみてください。そして鶏ささみを切ったらまずねお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお砂糖のコクを加えることができます。そして下味を揉み込んだら片栗粉をまぶしてください。この片栗粉なんですけれどもしっかりめにまぶしていただくと衣がしっかりとするのでその分タレが馴染みやすくなります。そして揚げ時間に関してなんですけれどもささみの大きさによってもね変わってくるかなと思いますのでこちらは様子を見ながら揚げ時間を調整してください。今回のレシピで揚げると衣の色づきがそんなに良くならないのでもし 2,3 分経ってもね衣の色が薄くても衣がザクザクしてたらもう取り出しちゃって OK です。あとは甘辛だれを絡めるんですけれどもこの時にあんまりタレを煮詰めすぎるとしょっぱくなってしまいますので煮詰めすぎには注意していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ささみの甘辛唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。